今回はイスラム教の断食について、結婚を機にイスラム教徒になった私が実体験を通じて日本人目線で感じた断食をやる意味は何かについてお伝えしたいと思います。イスラム教の断食って1ヶ月間、それも毎年行うんですけど、なんで義務化までして1ヶ月間それも毎年行うことにしているのか、そのあたりね、ちゃんと論理的な意図がありました。私自身断食はね8年目ぐらいなんですけど、最初の2年ぐらいはね、その断食のやってる意味もよく分からず、だから身が入らずにね、なんでこんなことやってるんだろうなと思いながらやってたんですけど、ここ2年ぐらいですかね、断食の本当の意味を理解できるようになって、今ではね、断食が、楽しみまではいかないですけど、やる気にはなってますね。で、世界でね、数億人の人がやってる断食に意味がないわけなんかないと思います。なので大事な価値観につながる部分もあるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずね、断食とは何かなんですけど、断食とはイスラム暦の9月に1ヶ月間日の出から日の入りまで絶食をすることです。時間的には朝の4時とかから夕方の6時までなんで、だいたい14時間ぐらいですかね。その間だけ飲まず食わずでやるっていうものですね。時期とか場所とかにもよるんで、だいたいそんなもんです。で、イスラム暦は354日なので、太陽暦と比べて10日ほど短いんですよ。なので10日ぐらいずれながら毎年毎年やってるっていう感じです。次になぜ断食を行うかについてなんですけど、ガチな理由としてイスラム教の義務として定義をされております。コーランの中に断食が義務で、コーランが生まれた9月に断食をやりなさいと書いてありまして、で、あとイスラム教創立者のムハンマドの言行録にも断食をやる前提のことが書かれている。なのでやるっていうのが一般的です。でね、実際にどれぐらいの人がやってるかっていうと、インドネシアのことしかわかんないですけど、2億人ちょっとイスラム教徒がいて、で、僕の肌感ですけどね、だいたい半分ぐらいの人がやってんじゃないかなと思います。まず小さい子供はできないですし、肉体労働をする人、その方とかもできないですし、あと単純にやらない人とか、あとね、昔の僕みたいな感じで会社でだけやる偽物断食みたいなそんなんもあるんで、そういう人を入れると賞味半分くらいしちゃうんかなと思いますね。だからそれが多分中東とかそういうとこ行ったらもっとあると思いますけど、インドネシアだったら半分くらいじゃないかなと思います。次に断食をやる意味についてなんですけど、チャット GPT さんにお願いしますと、意味はですね、信仰、自己修行、慈善、社会的つながりって、そのあたりが出てきます。ですが僕が一番しっくりくるなっていうのがありまして、なんかの看板で見たんですけど、それをもとにお伝えしますと、断食とは幸せを見つめ直し、幸せを分け与えるものであるというものです。14時間毎日毎日断食をしてますと本当にかなりきついです。朝早く起きるっていうのもきついですし、主婦の人はね、朝3時ぐらいに起きるんちゃうんかなと思いますね。もちろん土日も断食あるんで、休日のゴルフとかね、ランチどこどこ行こうとか、こんなんできないんで、とにかくしんどいんです。1日2日ならいけるんかもしれないですけど、それがね30日ずっと続くんで、もうほんまにもう気狂いそうになるんですよね。でもうダメだっていう時に1ヶ月経って断食が終わるっていう感じです。断食明けになりましたら、みんなねニッコニコなんですよ。ほんまに実際にパレードしてるぐらいなんで、もうめっちゃ嬉しいんですよ。普通の朝が迎えられただけで、次の日もうそれだけでめっちゃ幸せみたいな感じで、そうなってくると自然とね、幸せって何かとか
分かってくるし、逆に1ヶ月の断食と対比されて困難なことっていうのが分かったり、そういうのがあって初めて困ってる人に何かしようっていう気になれるのかなと思います。この辺にね不老者の人がいて、何にも着てなくてねフリチンっていうか、そんな感じなんですけど、一回僕が車のライズの性能チェックみたいな動画を作ってて、で人気のないところでそれをやってたんで誰もいなかったんですけど、他にちょうどその裸の人が向こうから歩いてきて、で僕ねその時、逃げたんですよ。なんかされてなんかして強制出国みたいな、そんなんも嫌だし、なんかいろんなことがよぎって、で逃げたんですけど、で別の機会にね裸の人が歩いてるのを見て、でその時ね道端の人とかが飲み差しの水とかね普通にあげてて、なんかこういう思考もあるんだなと思ったんですよ。ただね実際にその断食を真面目にやってると、裸の人のね苦しみとか分かるし、昔はその自分のことしか考えれなかったけど、今だったらなんか水でも持ってるんであげようかなと思います。普通マズローの欲求みたいに自分のね欲求がどんどん達成されて、で初めて人に何かしてあげようっていう気になるんだと思うんですよ、人間ってね。ただ強制的に断食をすることで幸せのレベルを上げずとも普通の生活ができるだけでね、もう十分幸せなんだから、ありがたみを持つとか思いやりを持つとか、そういうことをもうちょっと考えていこうでっていうことなんじゃないかなと思います。目標を持ってがむしゃらにやるとか、そういうのが重要視されてるんでしょうけど、もっと大事なことを忘れてんじゃないのかって言ってるような気がします。じゃあ次に、なんで断食を毎年行うのかについてですけど、もちろんガチな理由としてはコーランができた9月にやれっていうことなんでしょうけど、それだとね僕日本人もそうだと思うんですけど、ちょっとピンとこないんで、もっと違う意味があるんじゃないのかなと思った時に、理解したんですけど、人間は忘却する生き物ですよね。せっかく断食で得た気づきなんかも、日々の家事とか仕事とか他人との圧力とかそういうので揉まれて、その気づきなんてものは速攻で薄れていくものだと思います。だから繰り返し断食をやることで人々にすり込んでいって、それでその断食の意味っていうのを啓蒙してるんじゃないかなと思います。人に動いてもらおうとか何かやってもらおうと思うと、それなりの思惑を持って進めないとうまくいかないと思うんですよ。なので断食を毎年毎年やるっていう、ルール化したんじゃないかなと思います。もちろんそのコーランが生まれた月っていうガチな理由はあるんですけど、僕はそういう反面もあるんじゃないかなと勝手に思ってます。でそういうふうに考えると、イスラム教の断食ってね、なんか旗から見るとなんかよくわからんことをやってるなっていう目で見てたんですけど、そう考えると論理的でね、うさんくさくもなくて、それなりに有意義なものだと思いませんか？思います僕はそんな感じでまるっと理解できて、それなりにやる意義を感じているので、もうすぐかな断食ってね。前は嫌だな嫌だなって思ってて、今も嫌だなって思ってるんですけど、やったろうかなっていう感じですね今は。あと2週間3週間あるんで、いろんなもの食べたりいろんなとこ行ったりしておきます。はい、断食ってね、イスラム5行のうちの一つで、5つある義務のうちの一つなんですよ。で他は1日5回のお祈りとかメッカへの巡礼とかね、そんなんあるんですけど、僕他の断食以外のことやってないんで分かんないです。分かんないんですけど、もしかしてちゃんとやってみれば何か得るものがあるんじゃないかなと思ってますね。イスラム教以外の他の古くからあるね、ちゃんとした宗教なんかも本質的っていうか
論理的で理解できるもんなんじゃないかなと思ったりもしてます。昔ね、僕イスラム教の勉強をしたろうって思ってイスラム教師のとこに行ったんですよ。その時にいつかなんか指さされて、これ誰が作ったんか言ってみって言われて、僕家具のおっさんかなんか言ったんですよ。ほんならね、教師の方がこれはアッラーが作ったって言って、でもそこからもうシャットダウンしたんですけどね、そういう教え方じゃなくて違う教え方、理解の仕方が多分あるんだろうなと思いました。もし断食される方がいましたら、僕もやってますんでね、頑張りましょう。今回は以上です。ありがとうございました。バイバイ。